とりあえず風洞。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。性能を確認するために風洞を自作することにしたよ。完成した風洞で全力ミニレイクのダウンフォースを確認。圧倒的にダウンフォースが足りないことが分かったので、シンプレシムさんの協力もあり、CFD で空力性能を改善。目標を上回る 339g のダウンフォースを達成。3D プリンターで印刷して組み立て。ダイエットの成果もあって、50g を切るレベルになりました。ということで今回は、風洞で空力を確認。なんですが、ちょっと準備が必要。というのは、ダウンフォースを計測する装置が、ホイールベース 80mm までしか対応してなかった。ダウンフォースを稼ぐために、ホイールベースを 90mm にしてしまったので、このままだと計測できません。ということで新しい計測装置を設計。前の計測装置はスケールのボタンが押しにくかったので、そのあたりも改善してみることに。あと、前回はアクリルを手動で加工して作りましたが、透明だと煙が見えにくいことがあったので、今回は 3D プリンターで印刷。PLA のマットブラックにしてみました。普通の PLA より光を反射しないので、煙が見えやすくなるはず。スケールを分解して半分にカット。切断面を整えて、PLA の台にこんな感じで組み込みます。これでスケールのオン、オフがやりやすくなるはず。PLA の台にはハンダコテでインサートナットを圧入。別途、印刷しておいたタイヤを乗せる部品にも、インサートナットを圧入します。スケールを再組みして、タイヤを乗せる部品と合体。PLA の台に組み込みます。完成するとこんな感じ。スケールのオンオフがやりやすくなりました。重さがちゃんと計測できるかテスト。別のスケールで測ったら 77.0g だった去年のエト4区。31.48 足す 45.54 なので 77.02g。ちゃんと計測できているようです。で、左側にもう一箇所。スケールを取り付けるところがあるのに気づいた。そこのあなた。天才です。同じようにスケールを組み込んでいきます。ちなみにスケールと PLA の台は、セメダインで接着してあります。PLA の台の上流側に斜めの穴を開けて、こんな感じで縫い針をぶっ刺します。縫い針に釣り糸を通して、ボディにテープで留めれば、空気抵抗の計測装置が完成。ボディの重さで確認してみましょう。このボディは別のスケールで 18.1g。安定するまでちょっと時間がかかりましたが、19.04g なので大体合ってますね。これで計測準備が整いました。ということで風洞で確認していきます。風洞の詳細は以前の動画を見てください。まずはダウンフォース改善前のマシンの流線を再確認。流速は約1メートルパーセック。この辺りを見ると、気流は床と平行に流れています。なので翼の下から気流を吸い上げるような流れは発生していないと思います。次にダウンフォースを計測。流速は風洞の最大2メートルパーセックです。フロントが 3.92g、リアが 2.04g。合計で 5.96g のダウンフォースだったようです。次は空気抵抗を計測。空気抵抗は 1.29g ぐらいだったようです。次はダウンフォース改善後のマシン。まずは気流を確認。この辺りを見ると、リアウイングによって、
気流が大きく跳ね上げられています。斜め後ろから見るとこんな感じ。CFD で効果のあった、リアウィングによるよく下の気流の吸い上げが、ちゃんと再現できているようです。ということで肝心のダウンフォースを計測してみましょう。ちょっと0点がずれてしまったので、フロントは 0.19g、リアは 0.88g を引くことにします。フロントは 4.67g なので 4.48g。リアは 6.55g なので 5.67g。合計で 10.15g のダウンフォースになりました。改善前と比較するとこんな感じ。フロントよりもリアのダウンフォースが大きくなり、合計の増大率としては 1.7 倍。CFD だと約2倍のダウンフォースになっていたので、ちょっと足りないか。ちなみに実際の走行速度、10メートルパーセックに換算すると、合計のダウンフォースは 254g なので、これも CFD の結果、339g に対してかなり小さい。こんなダウンフォースで大丈夫か？気を取り直して、空気抵抗を確認してみましょう。動かない。これはもしや、ダウンフォースで吸い付いて？まあ、ちょっとよくわからないんですが、風を受けて動いてくれないので、空気抵抗は計測できませんでした。ということで今回はここまで。空気抵抗が計測できなかったのは不可解ですが、とりあえず先に進もうと思います。なので次回こそは JCJC でタイムアタック。空力マシンは LC を攻略できるのか？ご期待ください。ではでは。最後まで見てくれてありがとう。よかったらもう一本。